はい、こんにちは、梅野です。本日は、モノクロ写真でスナップを撮っていきたいと思います。はい、1枚目この階段を撮っていきたいと思います。ちょっとこう斜めから撮ることで、パーツが効いた感じになるのと、でこの線の行き先を3分割の右上の交差点に、配置して撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。奥のピン、3分割の右上のところにピントを合わせて、手前の方はこうなだらかにボケさせていきたいので、F 値は4に設定しました。でちょっと今日陰になってますので、ちょっと ISO 感度1000まで上げてシャッタースピードを速くしています。露出プラマイゼロのマルチパターンソックを使って撮っていきましょう。はい、どういった写真がこんな感じです。階段のこのラインを、パースっぽく使ってこの、線の行き先を右上の交差点、3分割の右上の交差点に配置して撮ってみました。ちょうどこの木漏れ日とかがありつつ、手すりだけ光が当たって、ハイライトになってますので綺麗かなと思います。それでは次撮っていきましょう。モノクロの写真で撮ると、この物の質感っていうのは結構はっきり出やすいですので、これ木目とかも綺麗に出るかと思うので、ちょっとここ撮っていきたいと思います。これも正面から撮りまして、で光がこう斜めから入ってきてくれていい感じなので、この真ん中の線を、ドセンターに持ってきてシンプルに、こんな感じで撮ってみたいと思います。はい、カメラを設定していきます。ちょっと解像感を出すために、少し絞って F 値 6.3 に設定しました。で 6.3 にすることでシャッタースピードが遅くなるので、ISO 感度400に上げてシャッタースピード60分の1秒出るようにしています。で露出はプラマイゼロのマルチパターンソックを使って撮っていきましょう。はい、どういった写真がこんな感じになります。モノクロ写真はもう白と黒しか表現できないので、物の質感をよく綺麗に出してくれます。F 値 6.3 にちょっと絞ったことでより解像感が増して、この木の木目とかちょっとした隙間とかも綺麗に表現できています。でちょうど斜めから光が当たってましたので、より立体感のある描写になったんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次ここ撮っていきたいと思います。ここを、縦構図で構えまして、この縄があるんですけど、これを画面の右上からこう出てくるように配置しまして、で、ここにピントを合わせます。するとここが前ボケになるのと、背景の後ろの扉も若干ボケますので、ここがメインにピントが当たって背景ボケさせて、ちょっとどういうところなのかなってこう想像する余地を残すような写真で撮ってみたいと思います。はい、カメラを設定していきます。ボケさせて使っていきたいので F 値は4に設定しました。でここも ISO400 に上げることでシャッタースピード200分の1秒見ています。で露出はちょっと下げて、マイナスの 0.3 に設定してマルチパターン速攻で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。縦構図で撮りまして、で上のこの縄が来てますけども、この縄が写真の右上から出てくるような配置で撮っています。でピントは、ど真ん中付近のこのなんで飾りかな、飾りに合わせて、右手前のこの白の紙の装飾とか後ろの扉とかをボケるように配置しました。で床のところに一番きついハイライトが来てまして、他がこう綺麗なグラデーションの色合いになったんじゃないかなと思います。はい、次はこのお遍路さん用のこの杖を取っていきたいと思います。この杖入れてるここの部分、枠ですね、枠が光ってて、ここがハイライトになって、でこの中の網網もハイライトになって、で他が黒くシャドウになると思いますので、こ
これをハイアングルから、撮ってみたいと思います。はい、カメラを設定していきます。F 値は4に、設定しまして、棒の先っぽとかはボケていくような感じで撮っていきたいと思います。結構シャッタースピード出ているんで、ISO は、200に設定しまして、シャッタースピード250分の1秒出るように設定しました。でここも露出プラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、どういった写真がこんな感じになります。F 値4、開放値なんですけども、して網のところにピントを合わせましたので、上のこの先っぽの方、手元の方ですねはボケて写っています。遠近感が出るのと、ちょっとこう自分の実際の目線で見ているような視界になったんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次ここ撮っていきたいと思います。白黒写真やとこの金属の質感が綺麗に出るかと思うので、ここ撮っていきます。手前の、被釈をメインに撮りまして、手前の奥のこの金属の部分とで持ち手のところが今光が当たって綺麗なので、グラデーションで表現できるかと思います。はい、カメラを設定していきます。手前の、被釈の方にピント合わせて、奥の方はこうなだらかにボケさせたいので F 値は 4.5 に設定しました。でこの場合でちょっと暗いので ISO400 に上げてシャッタースピード80分の1秒出るようにしています。でちょっと暗すぎるので、露出はプラス 2.7 に設定しまして、ハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、こういった写真がこんな感じになります。手前の被釈にピントを合わせまして、で金属の部分にピントを合わせています。で斜め向いて持ち手が手前の方にあるので、こっちの方は若干ボケつつ金属のところに向かってグラデーションでピントが合っていくような感じの写真になりました。で木陰がね光が差してましたので、ちょっとこう明暗さがいろいろ出ていい写真になったんじゃないかなと思います。はい、本日はモノクロで写真を撮りに来てみました。ちょっと構図ガチガチに決めるんじゃなくて、気軽に撮ってみたんですけれども、モノクロの写真を撮ること自体、ちゃんと撮るのは初めてになりますので、ちょっとこの白黒の写真の良さを生かすような写真は、撮れなかったんじゃないかなと思いますけれども、新しいことなので、楽しく感じますので、またチャレンジしてみたいと思います。またモノクロ写真、撮っていらっしゃる方とかいたら、こういう風に撮るといいよっていうアドバイスがあれば、よければ教えていただきたいです。それでは今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。